昔、気を失った時のこと、まだメリーには話してなかったよね。蓮子にしては繊細な経験ね。そりゃそうよ。今でも可愛い蓮子ちゃんが、まだ小さくて、儚げて、天使のごとき存在だった頃のことだもの。蓮子、首絞めたくなるから話を進めて。潰れた病院に、友達と探検に出かけた時のことなんだけど、やってることは今と変わらないのね。呪われている、とか、お化けが出る、なんて噂が流れていたのよ。見てみたくなるってもんでしょう。だけど何も見つからなくてさ。あちこち歩き回っているうちに、中庭に桜の木が立っているのを見つけて、近づこうとしたところで意識がぷっつり。気がついたら病院のベッドの上だったわ。いきなり顔色が悪くなって倒れたみたい。検査しても異常はなかったから、妙な話だとは思ったけど、何せほら、蓮子ちゃんって華奢な存在じゃない？可憐に生まれてきた運命かなって、納得してたんだけど。気を失っている間に、会っていたんだよね、お姉さんと。あそこってもしかして。当たり、こっち側よ。あなた、ちょっと死にかけてたから。笑顔で言われても。原因は私なんだけど、悪気があったわけではないのよ。幽霊って、外の世界に行くことが多いんだけどね。あの頃は、特に頻繁に行ったり来たりしてたの。そしたら、閻魔様に、幽霊が見せ物になってしまうような事態はなりません。完熟に行く時は消えていい。と、お説教されちゃって。説教好きって嫌よね。それで、一つ見せしめ的な事件を起こすよう言われたのよ。見せしめ、ですか。そう、人が、恐れを抱くようにね。あの木には、人を呪い殺すような力がなかったから、私が代行を命じられたの。桜に取り付いた資料の呪いで人が死ぬ。そんな筋書きね。ありがちだね。まあ、あんたにしてみればラッキーだったんじゃない？むしろアンラッキー。いやいや、ギリギリラッキーよ。本当なら、私の指先一つで視聴性が見えたんだから。でも、気が変わったの？あなたにしては珍しいわね。桜の木の下で人が死ぬなんて、面白くないでしょう？そうね。だからといって、何もしないわけにもいかなかったから、代わりに倒れてもらって、ついでにあなたの記憶も死なせることにしたの。見なくてもいいものまで見てしまった記憶をね。取り出して、ボン、で、やっちゃった。地味にガガントス。あれは、その時死んでしまったあなたの一部が、霊になったものね。ヨウムが白老剣を使ったせいかしらね。記憶の迷いがなくなって、形を成してしまったんでしょう。それでこの子と似たような感じになるなんて、妙な偶然ね。よかったわね、ヨウム、お友達よ。なるほど、あなたも半人半霊でしたか。私が負けるのも納得ですね。やだ、この子をめでたい。そっか。つまり蓮子ちゃんは、人類のため尊い犠牲になったのね。でも、失敗だったわね。あの時、周りは幽霊を怖がってたみたいだけど、蓮子ちゃんは平気だもんね。生かしておいたのも失敗だったかしらね。それにしても、一部分だけ死なせるなんて、さすがゆゆこ様です。ゆゆこ？死なせたのは、記憶だけではないでしょう？あら、バレた？場所や時間を知るだけではない能力を、あの子は持っていた。それを死なせたのね。何かを見ただけで色々知ってしまいそうな能力なんて、放っておいたらおっかないでしょう？だから霊にしてしまって、あなたが管理できるようにしたと？しかりですよ、ゆかり。だったら、どうして全部死なせなかったの？あの子が幽霊になってこっちに来たら、黙らせてもうるさそうでしょ？あなたの気まぐれってわけ？それ、よろしくない性格よ。あなたほどではないと思うけど。そもそもゆかり、あの子と私のこと、本当に知らなかったの？私にだって、知らないこともあるわよ。あなたこそ、どうして話してくれなかったの？だって、すっかり忘れてたんだもん。きっと立ちたいですわ。でも、そうやって放っておいても、あの子たちがここにいるのは、運命なのかもしれないわね。それとも私たちの友情がなせる技かしら？ゆゆこ、私、そういった考え、嫌いじゃありませんわ。何しているんです？あれ？お二人の高度な意思疎通ですよ。いつ見ても、お見事でございます。お見事でござる。バカ殿だ。おバカ殿ね。それで？あんたはこの子らを使って、何の悪さをする気なの？どうしてみんな私を悪くしたがるのかしら？プンプン、ですわ。あのね、この子は私と似た力を持っていますが、まだ不安定で、下手をしたらここの教会を危うくさせかねませんの。ですから、いろいろな環境に馴染ませて、力の使い方を学んでもらおうと思っているだけですわ。幻想郷にとって危険かもしれないのに、生かしておくなんて、あんたらしくないね。いやね、私、ラブ、ピース、の化身でしてよ。ま、いいさ。少なくともこの子らはまたこっちに来るんでしょう？それが分かれば十分よ。今はね、メリーの修行のため、か。あれ？なんか蓮子ちゃん、いらなくない？そんなことはありませんわ。先ほども言いましたが、この子の力はまだ不安定。あなたのような理解者がそばにいることは、力の制御に役立つのです。二人で共に学んでもらいますわ。こちらの世界と、教会のあり方を。うふふ、じゃあ私からも、こちら側にいる間、その判例をサポートにつかせるわ。妖怪から身を守る役に立つかもよ。なんか怪しげだけど、それはビモールとよし。お気楽ねえ。ま、それも今度こちらに来れたらの話ですわ。あなた次第でしてよ。メリー。頑張ります。帰るみたいね、あいつら。こらえたものの、あんまり出番なかったね。どっちみち、ここには来る予定だったけどさ。どうしたの？メルラン姉さん。あいつらの話を聞いて、思ったんだけどさ。私たちも、何か、忘れている気がしない？何かって。わかる気がするな。ここに来るとそんな風に思うんだよね。何か大事なことを。いた。あら、まだいたの？
いたのよん。で、あなた、リリカ。何ここに来てから気になってたのよ。その、星が。星って、これその星がね、時間を示してるのよ。2時30分、だから、あと53分後、その時よ。で、ルナさ、その月が、場所を示してるの。あの辺なんだけど、メリー、何かわかる？かすかだけど、境界が揺らぎそうな気配を感じる。かな？イエス、それね。そんで、メルランは太陽だから、あなたがそばに立てば見えるんじゃないかな？見えるって、何だよ。知らぬ、その時になれば、わかると思う。じゃあ、またね。いや、わかんないっつうの。あんたの音でこれ以上テンション上げたら、脳が破裂しそうね、あいつ。姉さん、ここで言うことがそれなの？ねえ、さっきの時間に、何が起こるの？わかんない。だから見届けたいんだけど、そうもいかないのよね。そこは理解してもらいたいですわ。あやかしにはあやかしの断りがあるのです。そろそろ命令に感づかれそうだし、そうなったらゆかりに怒られちゃいますもの。今回はここでお別れね。今度はちゃんと挨拶できるわね。ありがとう。ありがとねん、パッセ、デミー。おんに来なさい来なさい。来なさい。ゆゆこさん、また今度ゆっくりお話ししたいです。そうね、また会うのを楽しみにしているわ。業務、今度は平和に行こうね。そうしましょう。本当に帰っちゃうのですか？残ってもいいのですよ、ゆかり様。あのね二人とも、ゆかりんこっちだからね。今回は私が返してあげますが、自力でなんとかできるようにするのが目標よ。はい。まったねん、ゆっかりん。そってじゃあねん。